んにちは。私、東京銀座において日本文化を世界の皆様方にお伝えすべく、一般財団法人七井会の道場を開いております海と水樹と申します。よろしくお願いいたします。これより日本文化の中の一番皆様方が興味をお持ちの侍ということについてご説明をさせていただきます。侍とは今から約百数十年前、日本の新渡戸稲造という方が世界の方々に武士道という本をお出ししました。そして、それを読んでいただいた方はある程度侍の心得とかいうものをご存知かと思いますが、改めてご説明いたします。侍っていう職業といいますか、役務といいますか、任務というか、彼らが行ったものは主君を守り領民を守るために日本刀という刀を刺して行ってきたわけですね。そして、主君のために、命を懸ける、国を守る、家族を守る、そういった人たちが侍です。だいたい人口の 5% がお侍さんがおりました。その 5% の中の1割弱、7-8% の方が高級侍、今でいう官僚のようなことを行っております。官僚と申しますと、領民の生活、そして、食事、そして、生きていくための術を考え、道路工事を行ったり堀を作ったり、いろいろなことをやりながら行うのが侍です。ただ、刀を持って戦うだけが侍ではございません。しかしながら日本には300有数の藩がございまして、その300有数の藩の中にお殿さんがいらっしゃいます。お殿さんの下にまた侍がいて、侍が領民を守ります。そういった形がお侍さんでありました。テレビ映画で毎回刀を振り回して、敵と戦うっていうのは、これはドラマのことでありまして、一生に1回か2回あるかわからないようなために国民のため、領民のために生きていたのが侍です。特に侍がなぜ一般市民領民から慕われたかといいますと、侍の言動、責任持った言動ですね、決して嘘をつかない、そして正義を持って領民を守る、殿に従う、こういった形がお侍さんでありました。特に立ち居振る舞いといいまして、動く所作、そして、思いやり、そして、人を助ける、弱い者を助けるという形は小さな頃から大人になるまで、そして死んでいくまで守ってきたものが侍であります。その侍が領民から慕われて、そして、皆さんは侍になりたいという方が昔はいたわけですね。しかしながら侍にはなかなかなれません。なぜかと申しますと、先祖代々から伝わった侍の家系はまた子供が侍、孫も侍という形で明治までやってまいりました。明治維新以降変わりましてね、近代的な日本になった折から侍という職業がなくなったと、このような形なんですね。だいたい概略を今ご説明いたしましたが、私のように着物を着て、こちらに紋付きといいましてね、家紋をつけまして、そして、家のために誇りを持って生きてきたというような人たちが侍であります。お侍さんも、ピンからキリまでございまして、
大変、立派なお侍さんから一番下の下級武士、日本で足軽とか言われるね、侍、そしてもっと下の中元と言われるような侍がいたわけですね。で侍で中元っていうのはお侍さんとお百姓さん、町人との間の形で中元と言われております。藩にはそういった下働きの人間が多くいたわけですね。侍については後ほども刀の部分、いろいろな部分でお話を説明をしながら進めていきたく思っております。よろしくお願いいたします。はい、次に侍の心が現代に通じるものということで、実は明治以降、先ほど申しましたようにお侍さんがいなくなりました。侍制度、封建制度がなくなった後も実際の侍は多く存在しておりました。侍というのはプライドを持ち、そして領民、そして家族、恥のないように家計を守ってまいります。そういったことの子孫、子供さんでありお孫さんがその通り受け継ぎながら現代に至っておるわけですね。特に名家と言われるようなところでは、書き物もあるでしょう。そして言い伝え、口伝ですね、言葉で言い伝える。弱い者をいじめてはいけないよ、そして、強気をくじき、社会正義を持って真偽を持って生きていけと、このようなことを幼い頃から言われながら現代に至っている家系がやはりあろうかと思います。現実にそういった方々が侍の心を持ちながら現代社会で生きておられます。特に、大企業の100年前、150年前にできたような企業は侍の血を引いた方々の子孫が経営なさっておられるところが多々ございます。日本で一番古い企業というのは、約1000年前、金剛組と申しまして、社寺仏閣の建築をやるところですね。それが1000年間続いておりまして、そして今は大企業と合併して、近年大企業と合併して商いをなさっておられます。東京、そして京都、あたりには400年500年の歴史を持った企業の方々がいっぱいいらっしゃいます。そこで世界に恥をかかないような行いをするためには昔の侍の心を持ちながら行っているわけですね。ヨーロッパの方でナイトと言われる騎士、日本では侍、武士道と言われる侍がいたわけですね。その方々はね、いつも卑怯なことをせず、嘘をつかず、そしてなおかつ相手のことを思いやりながら敬意を表して、そして人民を愛しながら生活しております。よって今立派な企業で隆盛なさっておられるような方々は侍の血の引いた家系の方がいらっしゃることが多いです。特に、昭和に入りまして戦後新しい商いができた時に昔の軍人上がりの方をね招集して役員にされた企業が多くございます。有名なところであれば陸軍の参謀なさっておりました瀬島隆三というものはね、水戸中商事のね副社長にまでなったわけですね。これも侍の心を持った方々です。現実に今刀を差して、東京の街を闊歩している方は一人もいらっしゃいませんが、侍の心を持ちながら政治を行っている政治家の方も
いらっしゃいます。そういった方々が日本の国を守り、そして家族を守り生きていらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。侍の心は永遠に続いていると私はこのように思っております。よろしくお願いいたします。次に日本刀の紹介という形で出ておりますので、日本刀をご説明差し上げます。こちらにある刀が太刀と申しまして、今から750年前の刀であります。750年前の刀ということは、日本の時代で言いますと源義経、そういった時代ですね。源平合戦をやった時の刀です。この刀はこのようにして使います。時代によりまして刀の呼び名も変わりますし、また扱い方も若干変わります。これはこのように沿っておりますね。これは馬に乗って騎馬戦で戦う、そして甲冑、鎧をつけて身につけて敵と戦う時の刀、配刀する刀、これを太刀と言います。そしてこのように抜きます。なぜならば馬に乗って戦いますとね、馬を乗りましたらこのように動くわけですね。早くなればこういう動きの中で刀が逆さまに向いていると、小尻というものが馬のお尻にコトコトと当たっちゃうんですね。そしたら馬が跳ねちゃうんです。こういうようにして柄頭を下につけて、後ろがお尻に当たらないようにして、こういうようにして戦うのが室町時代まで、今から600年500年ぐらい前、600年ぐらい前まで使っていた刀がこの刀、太刀と申します。これは漆に金高蒔絵と言いましてね、蒔絵いいですね。これはね、家紋が入っております。家紋が入っております。この家紋がその人の歴史を語っているわけですね。こういったものをつけて戦場で戦ってきた刀、これを太刀と申します。鎧をつけての刀っていう形で、これが太刀ですね。はい。そして後ろにある刀、この刀が内刀と申しまして、これは安土桃山時代後半から江戸時代に際してお侍さんがここに刺した刀ですね。この時代は甲冑は来ません。そして平和な時代でしたのでね、刀を抜いて戦うことがほとんどなくって、こういうようになったわけです。そしてこれも豪華な刀で、漆の上に金の桜の模様と水ですね、つけてあります。これ金ですね。これも金です。すべてが金でできています。大変素晴らしい刀。これはお殿さんが江戸城に登場するときにつけていた刀。すごい高価な刀であります。これを大刀と申します。はい。そしてこれの小さいのが、これが小刀と申しまして、脇差しです。脇差しと申しまして、今の刀より短い2本差し
日本座敷ということは江戸以降に関しましてはお侍さんの象徴であります。今でいう官僚ですね。そういった方々はこの刀を2本刺しておりました。でなぜ2本刺しているかと申しますと、1本目の刀が万が一折れたり曲がったりするようなことがあった時に丸腰になってはいけないという形で2本刺して、これはスペアとして使われたわけですね。大変高価な刀を2本刺していることがお侍さんの象徴であります。この刀は60センチ未満の刀を脇差し、60センチ以上の刀を長門の刀、内刀とします。そういった形になっております。そしてここにはね、小塚というものが入っております。ちょっとお見せします。これも高価ですよ、裏は金で。そしてこれは時代劇等では手裏剣のように使われておりますが、実際はこれはペーパーナイフです、ね。そしてここに刺してあります。凝ってますね。そして次に私が指している短い刀、これを前差しと言います。前差し、これは短刀、ものすごく短い30センチ未満。この短い刀はお殿さんがいつもこのように指しているわけですね。でお殿さんって言いましたら、お殿さんは日本に何百人もいるわけですね。そしてその上に大殿と言われる上様という方がいらっしゃる。これが将軍ですね。でもしその将軍に対して粗相をした時にこれを使うという形になります。この後またこれの扱いに対してご説明いたします。それでは切腹について、海外の方は腹切りという形でよくご存知の方もいらっしゃいますが、切腹ですね。先ほど申しましたこの短い刀、前差しですね。この短い刀は30センチ以下の刀でございます。この短い刀はどのようにして使うかという形になりましたときに、私がここでこのように指しております。そしてこの刀を使う時っていうのは、自分が命を懸けた時、一生に一回、ほとんどの方はございません。しかしながらどうしても国を守り、そして家族を守る、目を守るために切腹をしなくてはいけない時が来るわけですよね。日本の侍さんが切腹をするというのは恥ではなく目を守る形になります。名を残します。犯罪者でない人たちが腹をなぜ切らないといけないか、これは主君、自分の国のトップを守るため、家族全員を守るため、みんなのために使うときに切腹ということがございます。ちょっとお見せいたします。これは真剣です。本来ここで刺せばね、このように苦しくなるわけですが、今このようにして切腹するということですね。
実際にはお腹に刃を当てると苦しいですね。苦しい瞬間に、先ほどありました内刀、長い刀で介錯人が首をスポンと落としてくれます。そうすることによって絶命するのでね、一瞬の間です。日本刀は世界一切れる刃物で、達人になれば一瞬の間に首を落とすことができます。この首を落とされる、刺す瞬間に落とすっていうのがマナーですね。ある意味での犯罪者の場合には、悪いことしたやつは中に入れて苦しんでから切るといった場合もあったようです。現実には、切腹というのは不名誉な部分もありますが、ほとんどの侍は死を覚悟してこの刀を持っております。何人かのお侍さんは藩を守り、国を守り、家族を守るために死んでいった昔の武将もいますね。こういった方々は歴史上にを残している方は多数いらっしゃいます。しかしながら今現在においてはこういったことをすることは許されてはおりません。明治の6年ぐらいが最後だったように文献には書いてございます。切腹についてはいろいろテレビ映画で、見ているような形の罪人がやっているだけではなくして、日本のジェントルマン紳士侍がいざという時に腹を切り裁くという形で祭しております。ちなみに日本には大相撲といいまして、相撲がございます。ちょんまげをいって着物を着て丸い土俵の上で、相撲を取るわけですね。しかしながら万が一それが喧嘩になってはいけないということで、行司っていう方がいらっしゃいます。その行司の方がひたたれに着ながらこの前差しをつけてます。この前差しが万が一勝者を間違えた時には、私は土俵の上で腹をかっさばきますよというための形だと言われております。大変、気持ちが凛とするものをお腹に刺していることによって、侍はいつもどなたからも後ろ指さされない立派な人間であるという意味での象徴かと思います。このようにいろいろな文化の携わる部分をご説明いたしましたが、なかなか分かっていただくためには時間がかかろうかと思いますが、今後とも日本の文化の良さを皆様方よく知っていただければ大変嬉しく思っております。ありがとうございます。これより、着物の説明と着るところをお見せいたします。今私が着ている、この黒紋付きですね。紋付きというのはここにあるマーク、これを紋付きと言います。そして下に白い襦袢をつけております。そして腰には帯、この帯をつけておりまして、この帯は後ろでこのように結んでおります。一文字に結んでおります。そしてなおかつ侍はこれに袴を履きます。お願いします。これは袴で、スカートではございません。日本の侍が馬に乗る時のこともできる袴であります。
馬乗りバガマと申します。そして今からこの紐をつけて袴を装着いたします。そして袴の紐を留めます。日本のお侍さん、また現代に至りましても袴をつけて黒紋付きっていうのは正装であります。一番厳粛な着物となっております。今、現在この着物が少し透けて見えるかと思いますが、夏になりましたら薄い露という着物を着ております。そして今結んでいるこの紐ですね、これはですね、神様の前に出てくる時に十文字という結び方で結びます。十文字という形ですね。そしてこれはスカートのように見えておりますが、実はこのようにズボンのようになっている。こうすることによりまして馬に乗ることもできます。そして動きがスムーズに動けるわけですね。これがお侍さんの袴です。はい。そしてこれが前差しっていうものを一番奥の帯の中に刺します。そして次に大刀ですね。これは部屋の中ではあまり刺しませんが、外に外出するときには必ず帯の中に大刀をいたします。そしてこのようにして外出するわけですね。今、簡単にお着物の着方と袴の履き方をお見せしました。よろしくお願いいたします。これより刀の扱い方を説明させていただきます。この刀は今から500年ほど前の室町時代の刀です。
刀は座って抜くときにはこのようにして抜きます。こちらの方を峰、こちらの方が刃、こちらは大変鋭い、よく切れます。ここの部分を塚と言います。そしてここをつば、刀のここを切っ先と申し上げ、大変鋭い、尖っております。特に日本刀は切ることと突くことができるようになっているわけですね。そして刃文っていうものがここについてございます。大変美しいですね。そしてピカーッと光っております。そして刀を使った後には手入れをやります。この手入れをやるのを今からお見せいたします。使いますとここに、血種がつきますね。本来今現在では血はつくことないですが水分がつくのでこのように拭き取るわけですね。そしてついている古い油を拭い落とします。これを打ち粉と言います。そしてこの打ち粉をた後拭い取ります。これは古い汚れ油を落とすため砥石の粉です。そして錆びないように油を差します。この油は長寿油と言いまして植物の油であります。大変美しいですね。これは半立ちごしらえと言いまして先ほど説明いたしました太刀と内刀の間の刀、室町後期のものであります。名は金貞と申します。簡単ではございますが刀の名称とそしてお手入れの方法をご紹介いたしました。これより演武および試し切りをお見せい